おはようございます。身の程配信、お騒がせ YouTuber、UFO チャンネルの UFO です。今朝はちょっと座敷の方で暖かいんでやっています。令和5年12月27日水曜日、先勝ち、満月でした。今年最後の満月ですね。コールドムーンとかなんとか言うんじゃなかったかな。インディアンのあれで。違ったらごめんなさい。大変綺麗でした。バイト行って。懐中電灯がほとんど必要ないぐらい明るくて、美しくて、で、雲がこう、鳥のような形で、バイトの途中、あれは、ナマステっていう夫婦揃ったタヌキが信楽焼のタヌキのいる家のあたりで、パッと見上げたら、なんかすごい西の空の方へ飛んでいくような感じで、それからもう、そこから後半に入っていくんですけど、終わりぐらいにはもう雲がどんどん広がって、空いっぱいになって、その中を月があったんで、行く年の月に翼のありにけりっていう俳句を私は読みましたけど、令和5年もいよいよ残すところ4日、3日ぐらい、4日ですね。今日入れて4日ですね。5日か。5日ですね。5本の指で足りる数え日になりました。今日はちょっと言葉に関する私の妄想で、お話をさせていただきたいと思うんですけど、台湾のドラマで、いつまでも君を待ってるとかいう、ドラマがありまして、それを Amazon プライムのビデオで見てたんですけど、20話ぐらいあったんで、長い楽しみに見てたんですけど、おじいさんとおばあさん、結婚しなかったんであれば、おじいさんの恋愛からの、物語で、よろず屋を田舎で開くわけですね。台北の近くのどっか田舎ですけど、そこで、よろず屋を開いて、友達と、一緒に、毎日、あれや、なんやかんやあるっていうドラマで、そのよろず屋を孫が引き継いで、そこでもまた、友達や、その恋愛と友情の物語で、すごい、吸ったもんだもあるし、なかなかくっつきそうでくっつかない。最後までハラハラドキドキっていうような、ハラハラはしないんだけど、じれったくなるようなドラマですけど、ついに昨日最後まで見終わって、サイチェンですね、さようならしたんですよね。で、中国語でサイチェンって再建って書くんですよね。日本語ではさようなら、英語だとグッドバイですけど、で、日本語のさようならは、調べたんですけど、自然の善に、様ですね。様子のよ。それを書いて、しからばならば、しからば
ごめんとか言いますね。それとか、左に様って書いて、さようならばになってさようならになってるみたいです。もう、その通り、そうなってきたから、そうしましょうっていうことみたいですね。グッドバイのバイを調べたら今、それによってこうなるっていうことで、ちょっと、それぞれ違うんですけれども、私が思うには、あの、相互作用の作用、波ですね。あれだに近いのかなと。こう、来て返す。打ち寄せて返していく波の感じが、しましたね。で、必ずまた会えるっていうことだと思います。再建ですから、どっかでまた必ず会うってことですね。そんなことを思いまして。暮れでいろいろ昨日は服をちょっと整理しようと思って古着をし始めたら結構あれも大変、断捨離っていうのはいいっていうのはよく聞きますけど、やっぱりその服についての思いとか、時間ですね。蓄積した、溜まってるその思い出とかが、やっぱりそこにあるので、それを片付け始めるとあれもこれもになってきて、あの、結構な時間がかかるし、力もいるなっていうのも思いました。で、やっぱり、それを片付けることで、軽くなっていくのも分かりました。今日は私はそこにちょっと見えてる段ボール箱を4つほどあるんですけど、あれの中に本があって、シャンタンの残してた本とかもありますし、私が今まで買って貯めてた本もありますし、もらった本も多いですけど、ちょっと整理して、今年はやっぱり、年末、いろいろやってることで、随分そういうふうに、断捨離みたいな、え吐き出すことで空いてくるスペースが、いいんでしょうね、きっと。で、イタリ教だと陽気暮らしって言うんですけど、私、陽気暮らしの陽気っていうのは、陽気な明るい心ですけど、空っぽになる容器ですね。器ですね。こういう。この器を空にすることで入ってくるんだろうな。その宇宙からのとか、人々からの思いとか、美味しいものを味わえる、お茶をしみじみ味わうとかですね。時間。時間は流れている時間もあるんですけど、あの、それはもう全体の中では流れていかないといけないっていうか、なこれは私の考えなので、聞き流してもらっていいですけど、全体の時間、全体のためには時間必要なんですけど、個人とかその家族とか身の回りの大切な人の中では時間っていうのは本当に合ってないっていうのをすごく思いますね。で、もう一つその全体と個っていうので言うと、うん、ちょっとまだ私の中で頭の中で整理がついてないので漠然としてますけど、うーん、昔夢の中で突然ミームっていう
言葉が出てきたことがあるんです。ミームっていうのが。で、なんかすごく印象に残ったんで調べたんですけど、それは文化的遺伝子とかいう、あの、一人の個人の中であるこの情報みたいのが別の脳へ移動する、伝わっていくっていうやつですね。伝統とか、価値観とか。それ、文化的遺伝子っていう、あれはリチャード・ドーキンスっていう人が、始めた、概念みたいですけど、そのミーム、それが、どうもこの、私に、夢の中で出てきたんですけど、結構それも、重要なことなのかなって今思ってまして、それにちょっと自分で勝手に言葉を作って、ムイミームっていうのを作りました。全体の中で、こう、実感、共感っていうのかな。それが、全体の中で、認識されたのが常識になると思うんです。でも今、この常識っていうのは今、ほとんど通用しない時代になってきますね、しているので、個人の中にある実感、それからすごく近しい、顔の見える範囲の、中での人間関係の中で共感できることがすごいこれから重要になってくるんではないかなっていうことを思って、無意味ムっていうの、ほとんどこのミノモード配信がそうなんですけど、もっと無意味なんですよね。多くの人にとっては全然必要のない、役にも立たないことなんだけど、自分にとってはすごい、さっき言った台湾のドラマでも、美味しい給食でもそうですけど、すごく重要にその時、自分にはすごいピンってくる、すごい涙まで出ますしね、痛い思いもしますけど、それほど重要なんですが、それをこうこの中にあるこのイメージがポッと他の人へ伝わっていく。多分、地球全体には無理ですけど、今、私の身の程配信も本当に、視聴回数ゼロってやつも結構多いので、そんなことで、ムイミームっていうのを造語しましたけど、ムイっていうのは、老荘思想の無意ですね。何もしないってやつです。何かをしようとしないっていうことですね。ただあるっていうことですね。今ここに。無意のミーム。無意のミームが伝わっていくっていうことですね。それから無意味っていうのはありません。本当に。無意味の無無意味無だから夢ですね。無意味な夢です。それがミームになって夢に出てきたというダジャレのような妄想話でした。それでは今日は本当は明日のちさんと、ガウディを見るっていう、それも日曜美術館を見た勢いで浜松ののちさんに声かけたんですけど、のちさんのお母さんちょっと具合悪くなったみたいで、いけないっていう今、LINE で連絡が来てて、私もちょっと財布の方が心細くなってきて、どうしようかなと思ってたんで、ちょうどよかったなと思ってます。で、のちさんと、掲示板時代から付き合ってるんですけど、彼と今、LINE でオープンチャットで俳句を中心とする言葉遊びの会ってやつをやってて、それに
最近なんかいろんな人が出入りされるようになって、前は2人だけでずっと長いことやってたんですけど、あ最近14歳の女の子が、すごい大人びた、びっくりするようなカウンターの席で、隣の席の人が、熱燗飲んでるっていうような、親父だろうと思ったから、私は14歳っていうのはフェイクでしょって言ったら、かなり傷ついたって、昨日怒られましたけど、私はそういうつもりではなくて、顔も見えない相手だから、どんな年齢でも、性別も違ってても、人に迷惑をかけなければいいと思ってるっていうことを言って、え傷つけたことはごめんなさいって謝りましたけど、そんな風で、本当にびっくりするような俳句なんですよね。今朝も、私がバイトで月を写した写メを、その俳句のやつに送ったら、その俳句でワイングラスの底に月っていうような感じの俳句を送ってくれて、この子は絶対将来酒飲みになるだろうと思います。うん、そんな感じで、どうでもいい話でした。ちょっといい話かな。はい、Have a nice day, goodbye. いいほチャンネルでした。皆さんも、暮れのお忙しい時間、お体に気をつけて頑張ってください。失礼します。